そのね、もうクルーズの仕事はね、もう最高だったですね。ロニーさんとルーさんでしょ、ピーター。で、時々ギターも変わって、ランディ・ジョンストンとかね、後の方になるんですけど、まあね、本当にね、船に乗るとですね、バンドがもういっぱい乗ってるんですね。で、もう24時間ほどね、例えば夜中まで、お昼ぐらいからずっともうバンドがいろんなところで演奏する、船の中でね、ものすごい広い船ですからね、いろんなね、バンドが出るわけですよね。で、お昼は、例えばジュニアマンストリオとかね、夜は誰々ね、違うバンド。でね、それが僕らはね、1日やると次の日休みで、1日おきに演奏して、だから3回ぐらいかな、3回か4回ぐらいやって、もうそれで仕事ないんですよ。もう一人一人インディビジュアルのね、個室、一人一人にちゃんと部屋をもらって、フリーフードです。みんな、ブレックファースト、ランチ、ディナー、でまたミッドナイトスナックもあってね、で飲み物もね、飲み物は自分で払わなくちゃいけないけど、そんな高くなかったですね。もう全部もうサインしてね。でとにかくその時にね、僕らも演奏終わったら、その時に乗ってるそのミュージシャンみんな見に来るわけですよ。で僕らも誰かやってたら見に行くわけなんですけど、このみんな見に来て、それで何人かね、やっぱドラマーに会えるんですよね。その時のドラマーがですね、会えたのがエッド・シングペンとかね、僕はもう今でも仲良くしてるアルバート・トゥーティー・ヒースとかね、いろんなね、ケニー・ワシントンも乗ったりとかね、レイニー・ホワイトも乗ってましたね。あとジャック・ディジュネ乗ったりして、でやっぱり話しかけやすい人とね、話しかけにくい人がいる。でどっちかというとジャックさんっていうの、ジャック・ディジュネットさんっていうのはちょっとね、顔がこうおっかないんですね。だからあんまり僕から近寄ることしなかったので、向こうからも全然寄ってこないし、ディナーで会ったりしたら、向こうこう見て、僕の方を見て、こんなんやってくれたりとかね、こんなんやってくれたり、そう僕はもうサンキューサンキューってこんな感じでね、あんまり話はしなかったんですよね。でちょうどもう降りる時ですね、最終日もう降りる時に、船でフロリダに着いて、フロリダでランドに入る時に、イミグレーションのところでこう並んで待ってるんですけど、それでフロリダのね土地を踏んでから、そこからまた飛行機で、ニューヨークに戻るんですけど、そのイミグレーションのところに並んでる時に、ちょうどジャックさんとパッと目が合いましてですね、で全然話しなかったんですけど、それでミスター・ジャック・ディジュネット、マイネームズ、いや、I know って言われて、なんか意外となんか感じのいい人だなと思って、でいろいろちょっと話したら、めちゃくちゃいい人でですね、優しい人で、いいさよくやっぱ見ててくれてるんですね。あれはね、こういうとこ良かったよとかね、でお前あれは何のシンバル使ってたとかね、なんかね、意外とね、すごい親切でね、カインドで、なんだ、そんな人だったらもっと早くから喋っときゃよかったなと思いましたけど、そうやってね、いろんな出会いがあってね、楽しいね、ジャズクルーズ。クルーズで時々その昼間とか、昼間にですね、いろんなイベントがありましてね、例えばそのクルーズに乗ってるサキソフォニストがだーっとね、一緒に座って、いろんな話、昔の話をしたりとかね、そういうのもありましたね。で、ある日ですね、ピアニストを一人一人、ソロピアノでね、順番に弾いてもらってみんなに紹介する。お客さんも昼間ですからね、デックでね、日向ぼっこしてる人もいればあれなんですけど、好きな人いっぱい聞きにね、それなのにじゃあソロピアノ、いろんなピアニストのね、それを聞きたいなっていうのに集まってね、そこそこの人が集まってこうやるんですけど、でその時にね、とにかくいろんなピアニストがいましたね。ちょっと僕も誰がいたかっていう定かに、4人5人ぐらいいました。でもう超一流ですからね、素晴らしいピアニスト、ジュニア・マンスとかね、とにかくいろんなピアニストいましたね。ジョニー・オリエルもいたかな。何かとにかくうまいピアニストがとにかく4人ぐらいで、順番にこう弾くわけですね。でなぜかオルガンのロニーさんも来てるわけですよね。でバーッと終わって、みんな「ああよかったよかった」っつって、それでもうなんか、でもロニーさんがこうもじもじしてるわけですよ。帰ろうともしないです。で誰かが「ロニー、why don't you play?」そしたらロニーさんが
にゃーなんて言ってるんですけど、にゃーって言ってるよりはもうスーッとステージの方行っちゃってですね、本当はね、なんかずっとやりたかったんじゃないかなってね、なんかもじもじしてたような感じで、それでですね、ロニーさんが例によってカーって引き出したわけですよね。あーってなんか、なんかあの時はねブルース弾いたのかな、なんか歌物やったのかな、もうとにかくものすごいねピアノうわーってこれもバーンとうわーですよ。もう総立ちスタンディングオベーションですよ。もうねロニーさんがみんな食っちゃった。 He ate everybody。 ああもうバカウケしちゃって、あんなオルガニストがピアノで弾いてあんだけのね説得力っていうかね、もうソウルフルでね全てです。うわーいやすごいなロニーさんやっぱすごいな、さすがだな。でロニーさんはね僕がちょこちょこやってたねレギュラーの仕事、これはニューヨークでね僕長いことやってた仕事があるんですけどね、日本のレストランでセックレストランっていうね、またその時のねずっとやってたお話もしたいなと思うんですけど、セックレストランにね時々ねジャムセッションやってでロニーさん普通のキーボードですよ。その当時にねあきこちゃん鶴ヶ明子さんねなんかこう来てもらったりとかしてね、でキーボード持ってきてもらったり、鶴にはオルガンね、その時はオルガンも弾いてキーボードもどっちもやると。でそのこのちっちゃなね楽器を持ってきてもロニーさんパッと弾いたらですねニャーンとなるわけです。すごい。あとね思い出した、これはねクルーズじゃないんですけどね、ヴィレッジヴァンガードでねオルガンを1週間やるじゃないですか、火曜日から木曜日。そうしたらねオルガンが届かなかったんですよ。なんか誰がお金を払うか払わないか、ルーさんが払うのか店が払うのか折り合わなかったんです。で間に合わなかったで、その時ロニーさんはですねノードっていうね赤いキーボードがあるんです。確かノードってやつですかな。それに黒の普通のアンプリファイア、それでやったんですね。ところがねそれでもものすごいいい音するわけですよ。僕らはステージでやってるじゃないですか。でファーストセット終わってね後ろの方にいたお客さんが「Oh tonight what kind of organ」っつってね、もうハモンド B3 に聞こえたっつって、ね、違うって、こんなねロードって赤いねキーボードだよって、その後ろの方とか見えなかったけどてっきりもう B3 弾いてるとハモンド B3 弾いてると思ったっていう人がいた。そのぐらいねやっぱりね腕があると楽器は関係ないっていうかね、ほんとその時ねまざまざね感心しましたけどね、もうびっくりしました。はい、そんなわけでね、ロニーさんがピアノを弾いても素晴らしかったっていうお話しました。はい、とにかくその昼間やってバーッとこう昼間ねお酒飲みながら聴いたりとかねしてね、で夕方休みの時はまた違うバンドに、今度はねもうあれですよ、12時ぐらいからジャムセッション夜中ですよ始まるわけですよ。そうするとねもうねとんでもない組み合わせ、それに誰かとジョニー・アマンスが来てたりとかね、あとジョニー・オニエールも来てる、このベースと、ライル・アトキンソンとかなんとかそんなベースとかね、あとエド・シングペンがセッションしたりとかね、もうとにかく何が起こるかわからないすごい組み合わせですよ。でそういうところにもねルーさんが来てでブルース歌ったりね、もう最高なね1週間なる。でそれをちゃん一般の人はもうジャズ部買ってですね、もうとにかく1週間昼間から夜中までもうジャズどっぷりですよね。もうジャズ尽くしずーっとで、僕らなんかもうねブレックファーストもランチもディナーもみんなほらミュージシャン同じようなやっぱり時間に食べるから、もうはいはい1週間で友達になっちゃう。なんで例えば僕はニューヨーク住んでますから、誰だかそういえばジャズクルーズで彼に会ったなと思ったらバンガードとかやってたら会いに行くわけですよ。そしたら福いやあの時は楽しかった。そうやってね交流がどんどんこう広まるね。いろんな人とね巡られて本当に感謝してます。ルーさんね、ノニーさんには本当に感謝してます。そういうね楽しいね
ジャズクルーズのお話もしましたけど、今度またねいろんなまたオルガンとですね、まあもう興味しちゃいましょうかね。ここでねドラマの人がものすごくねこう興味深いと思うんですけど、ピアノトリオのリズムセクションと言いますといわゆるねアップライトのベースでオルガン、じゃあそのベースラインベースとの駆け引きですね、どの位置で叩けばいいかっていうのはこれはもうビッグクエスチョンマークだと思うんですけど、これはまあ長いことねオルガンソロやってればだんだんつかめるようになるんですけど、最初はね僕もねオルガンと初めてやった時はねよくね分かんなかったです、どの位置で叩いていいかというのは。ベースプレーヤーはパンパンパンってシュポンって刻むじゃないですかね。でもオルガニストはやっぱレフトハンドでねゴンゴンゴン、まあ足はアクセントでねこう入るんですよ。音がこう分厚いですか、こうなんつうんですか、むわーっとしてるんですよ。ウォン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 ってね、だからベースがティンティンティンってウォン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 とくるからね、それをじゃあどこの位置で叩けばいいか、まあ要するにですね、じゃあどうすりゃいいか、やっぱりシンプルで合わせていく、一緒にやるっていうことが大事です。これはもうベースプレーとも同じですよ。ベースプレーがドンドンってやってるドラマチンチンチンって合わせればいいんだよ。そこで俺がこのビートなんだ、俺がこうやってんだかってやっちゃうとうまく噛み合わない。でオールの時はとにかくクォーターノーツでもいいんですよ。四分音符でもワン、ツー、スリー、フォー、ティー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 テ
嬉しいんですね。昔のね、なんていうんですか、ジミー・スミスなんかやってる、もちろんドラマの人ね、普通にシンバル・レガードをやる人もいれば、例えば名ドラマのね、ジャック・マクダフなんかのやってる名ドラマ、ジョー・デューク、ね、ジョー・デューク、もうこの人なんかもう本当クオだ、アップテンポでもえげつない、ものすごいそれでもスイングですから、オルガンとやるときはちょっとね、シュボンプやってみるような感覚で叩いてみたらね、こううまいこと合うんじゃないかなと思いますね。あとはやっぱり経験です。エクスペリエンス。もうどんだけオルガンの人やるか、ファンクもやらなくちゃいけないし、だから経験を本当積んでですね、どの位置で叩けばいいかというのは自分で体で感じていただくのが一番だと思いますけどね。そんなわけですね。今日はねオルガンの話をしてみましたけど、次回はまたねこのベースプレーヤーのとの駆け引きの話ともねいろいろしたいと思いますけど、それでは今日はこの辺でねお別れしたいと思います。田中福士ジャズドラマー from ニューヨーク、またお会いしましょう。 See you soon、チャンネルボタン一つよろしくお願いしますね。チャンネル、なんだっけ、チャンネル登録よろしくお願いします。それと、グッドボタンも一つよろしくお願いします。じゃあまたね。See you. バイバイ。